拙者はセルノスケ、最速のエクセル忍者を目指している。マスター老師から上級忍術を教わり、エクセル忍者マスターシリーズで修行してきた。エクセルショートカット忍法帳、エクセル上級者への VLOOKUP マスター、好評発売中。それにしてもこの大量データ、なんと集計が大変で時間がかかるのか。甘い。まだまだ甘いの。マスター老師。お主、ピボットテーブルを使いこなしておらんな。拙者の苦手なエクセル忍術。そのような集計はピボットテーブルで、ほれに。数式なしでマウスだけでこんなに早く。これが秘伝の書、ピボットテーブル密林の書。集計だけでなく、分析、ビジュアル化もできるのじゃ。お主ちょっと現世行って実践修行してこい。現世？どういうことでござるか。うわー！この体は。お主は今、未来の端末、ビヨンドフォンを販売する複数店舗のマネージャー。ピボットテーブルを学び、そして使いこなし、お店の問題解決をして成功に導くのじゃ。戦略家は冷静に、そして用意周到に待ち構える。ピボットテーブル、静かなること林のごとし。学んでくるがよい。早速学んでまいる。第0章、ピボットテーブルって何にどう使えるの？ 5 種の活用ケースを紹介。この章ではピボットテーブルって何に使えるのということから、このコース全体のですね、概要なども説明していきたいなと思います。まず、このコースでは5つの用途に分けてピボットテーブルを活用していきます。単純集計、クロス集計、そして豊富なフィルター機能や集計機能、ダイス分析、ドリルダウン分析、スライス分析といったものですね。それからデータのビジュアル化、グラフや条件付き書式で見やすくする。最後にダッシュボードというものを使って重要な指標を一目で確認できるようにするということですね。はい。このように淡々と記録されたデータを集計するにはどうしたらいいでしょうか。それに一つのデータを使ってこのようにたくさんの視点からですね、いろいろと分析をしたいと考えています。ものすごい手間が必要であったりとか、このような複雑な関数を使うことになってしまいます。そして、他にも全部こんなことをやるの？ということになりますよね。そこでピボットテーブルの登場です。ピボットテーブルがあれば、数式なしマウスだけで1分以内にこのような集計表を完成することができます。ピボットテーブルの特徴としては、クロス集計ができるということですね。まずはこのような単純集計というんですけども、ただの合計を集計すること、これもピボットテーブルでできるのですが、この表だけを見るとですね、単純に機種の合計ですね、売上の合計だけが見えて、細かいことがわかりません。しかし、このようなクロス集計の表を作ることができれば、ただの機種別だけでなく、店舗別にデータを見ることができまして、例えば C481 という機種であれば、新橋店で一番人気であると。そして、有楽町店だけを見てみると、N244 という機種が一番売れているということが見えてきます。そして豊富なフィルター機能や集計機能というところですが、このようにフィルター機能というものを利用すれば、売上データの中でもさらに担当者で絞り込んで、特定の担当者のデータだけに絞り込むことも可能です。また、ダイス分析というのは、行や列を自由に組み替えて様々な視点から分析をするということです。例えばトップセラーは誰かなということで、担当者別の売上のデータを整理したりとか、または機種と担当者の軸にして、担当者によって得意な機種はあるのかなと分析したり、また機種ごとの月ごとのその中でも販売店ごとに分けて、それぞれの機種が売れた数量を視覚的に把握するなんてことも可能になります。その他ドリルダウンというのはデータを掘り下げることにつながります。例えばこのような表を見ていると、有楽町店の売上が下がっていっている。その原因は何だろうと考えます。ドリルダウンを利用すれば、有楽町店だけの中でさらに仮想のデータですね、機種ごとのデータを分析すること、掘り下げることができまして、このデータであれば、有楽町店は C481 はとても売上が上がっているんですが、他の機種の売上がどんどん低迷していることが有楽町店の低迷の原因であるということがわかります。
また、スライス分析というものは、例えばパンを切り取ってスライスすると中身が見えてくるように、選んだ要素でですね、データを切り取ることができる感覚的な機能になります。このような集計表からも、担当者をクリックするだけで、その担当者だけのデータに絞り込むことができます。そしてデータのビジュアル化、このようなグラフであったりとか、スパークライン、セル内にグラフのようなものを表示したりとか、条件付き書式、このようなデータバーといったものでですね、データを見やすく可視化することができます。そしてダッシュボードで重要な指標を一目で確認というところですが、一つのボードの上で、ピボットグラフやスライサー、タイムラインといった機能を利用して、経営にとって重要な指標を一目ですぐに把握できるようにボードを作ることができます。このような用途でですね、様々な用途でピボットテーブルをこのコースでは扱っていきたいと思いますので、ぜひ一緒に学んでまいりましょう。